どうも皆さん、こんにちは。農学生命科学研究科の農地環境工学研究室という研究室の教授を務めております吉田と申します。よろしくお願いいたします。本日は水田周囲の削り取り除染が行われていないあぜやのり面が周辺環境に及ぼす影響ということで、この写真にございますように、これは福島の水田ではないんですけれども、傾斜のある、特に傾斜のある水田では、あぜというかですね、要するに、田んぼの田面の間に高低差があったりしますと、このようにですね、大きな、のり面ですね、あぜとも言いますし、のり面とも言いますが、こういったものがたくさんございます。で、こういったところはですね、実は除染の対象になっていないというかですね、簡単なつまみ取り等は行われているところもあるんですけれども、除染されてないんですね。で、こういったところがどういう影響を及ぼしているのかといったことについてお話をさせていただきます。こちらのスライド、まずですね、福島県における水田の除染の現状ということでですね、で今回ご説明するのが飯舘村の話なんですけれども、飯舘村はこのオレンジで地図の中でですね、オレンジで囲まれた除染特別地域というのに指定されております。で、除染特別地域というのは、国が除染の計画を策定して、除染事業を進める地域ということで、基本的には事故後に、年間の線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされて、いわゆる計画的避難区域というふうになっていた福島の第一原発から、半径20キロぐらいの、地域、計画区域を、指します。で、この区域においては、除染がですね、国直轄で進められてまいりまして、現在は緑色のハッチが入ったところになりますが、除染特別地域内、面的除染完了ということで、いわゆる除染事業が完了しているということになっております。で、こちらをご覧いただきますと、これが国の直轄除染の完了状況ということで、除染のサイトに紹介されている、自治体ごとの、除染面積ですけれども、今、これから紹介します飯舘村はですね、この中でも、農地のですね、除染面積がですね、非常に広くですね、村全体がいわゆるこの除染の対象地域となっているということでですね、水田の除染面積が、この地域の中でも非常に広い地域になっております。で、除染の対象は農地と森林と道路ということで、整理されていますが、先ほどの、飯島さんの、お話にもありました通り、森林の除染は、部分的にしか行われていないので、全体の村の面積が2万3000あるんですけれども、ヘクタールありますが、そのうち除染されている面積っていうのはこのぐらいということで、非常に部分的なものであるということがお分かりいただけると思います。で、また、冒頭に申しました通り、除染農地ということで、農地は除染の対象になったわけですけれども、その農地の中の京阪とかのり面といったところはですね、ちゃんとした除染の対象にはなっていないということも、この図だけではなかなかわからないんですが、そういうのが現実です。で、水田の除染、なんで行われるかといいますと、2つの、主たる目的があります。で、1つは、農作物、米、その他の転換畑作物も含みますが、こういったものへの放射性セシウムの移行を、抜本的にというかですね、原因から、なくしてしまって、吸われないようにするっていうのが、一つの重要な農業的な目的になります。で、もう一個はですね、水田周囲の生活環境の占領率を安心、安全とも、安全という安心なレベルまで低減するということで、これ除染の結果としてですね、地域の占領率が下がってきて、それで実際に暮らせるようになるというような効果ももう一つの目的として掲げられて進められてまいりました。それでこの除染特別地域での水田除染の方法なんですけれども、これは何度か、写真も先ほどまで、二平先生のにもありましたが、圃場面、要するに田んぼの、あるいは農地の表面についてはですね、削り取り、いわゆる、表層にですね、非常に高い濃度の放射性セシウムが分布していますので、その表層5センチ程度を、バックホーダーなんかでですね、一気に削り取って、それを回収して、持ち出すというのが、いわゆる除染っていうのの基本的な方法になります。で、圃場面はそうやって除染されたわけですけれども、一方で、京阪のり面っていうのはですね、2013年に、農林水産省が農地除染対策の技術書ということで、いうものを出しまして、要はどういうふうに除染するかっていうマニュアルなんですけれども、その中でですね、京阪については、圃場の表土削り取りと同様の厚さで、京阪のり面の表土を削り取るというふうに記述されております。
ただですね、しかし、実際にはですね、削り取りっていうのはほとんど行われてませんで、表層の植生や土を、その斜面になってます、坂になってますので、それが崩壊しない程度に、かき取るっていうような、対応しか、されてないっていうのが現実です。で、これはその削り取ってしまったらですね、斜面、のり面っていうのはもうボロボロになってしまって、それでそのまま放置するわけにはいかないので、いわゆる除染以上にもう補助整備、要するに区画の整理とかいったその京阪の再造成といったようなことが必要になってくると、いうこともありまして、やった方がいいという話ではあったんですが、現実としては特にそのまま何も除染もされないで、いい状態になっているというのが現実だということになります。それでその京阪に、放射性セシウムが残っている、あぜに放射性セシウムが残っているということの問題として、ちょっと話題になったのは、あぜ草を牛が食べると良くないんじゃないかというようなことが、ニュースになって、ご覧になられた方もいらっしゃるかなと思いますが、今回はその問題はちょっと置いときまして、今回の目的としては、研究の目的としては、削り取り除染が行われていないあぜやのり面には、実際にはどれぐらいの放射性セシウムが残存しているのかという現状の事例をご覧いただきたいというのが一つ。で、もう一つは、あぜやのり面から近傍の水路とか下流域へ放射性セシウムがどれぐらい流出しているのかと。問題なぐらい出ているのか、ほとんど無視できるのか。心配ですよね。どうなっているのか。心配だということに対する答えとして、そういったことを明らかにするということを目的として調査を行いました。で、調査対象地は、何度かもうすでに申し上げていますが、福島県の飯舘村の中の佐須という一番北の方の地域になります。で、この佐須っていうところの地域の、比較的奥の方というかですね、一番山際のあたりの、水田のブロックを対象に調査を行いました。で、ご覧の手前が、真ん中の排水路の上流側になって、奥の方に行くと水が、ずっと下の方に流れていくと。いうようになってまして、左右に斜面ができています。で、左側は、氷土の削り取りが行われた、除染済みの水田。こっち左側ってことですね。これが、除染済みの水田。で、こちらは道路がありまして、それで、この問題となるのが、この削り取り除染が行われていない、水田側ののり面と、あと道路側のこののり面ですね。斜面ですね。こういったところからどれぐらい、残っている放射性セシウムが雨とかで流れ出てくるのかというのを、測ってみようという、研究になります。で、何回かこのナンバリング出てきますが、水路の右側のところが、ライト右ということで 1R、2R、3R と名付けまして、左側が 2L、3L というふうに名付けています。この場所の名前はこういうふうに定義しています。さて、そこでですね、最初に、まずですね、実際にその放射性セシウムがあぜとかのり面といったところにどれぐらいあるのかということを見るために、つぶさに見るためには何らかのその道具が必要なんですけれども、そこで今回使ったのが、この歩行型の放射能測定システムクラマー2という機械で、京都大学の方で開発した機械というふうに聞いておりますが、これを使ってですね、放射性セシウムの分布状況を、サクッと、測定するということを行いました。で、構成なんです。この機械の構成なんですけれども、大きなザックの中にですね、いろんなものが入っています。で、一番重要なのは、この CSI のシンチレーションプローブが、2つ入っています。1つは、空間線量を普通に、計測するためのプローブで、もう1つは、脇方向の、線量を全部遮蔽するために鉛で、囲ってですね、下向きだけ放射線が来るように指向性を持たせた。プローブっていうのの2本が入ってまして、この差し引きで自分のいるところの下の部分から来る放射線を、計算するというような機能を持たせたものになります。あと、もう一個重要なのが、自分の居場所を記録するための、ディファレンシャル GPS という、衛星使った位置の計測システムですね。これが搭載されています。で、あとは、通信機能を持ってて、測った結果をすぐに、クラウドに送信するようなシステムになっています。結構、何個も機械が入ってますので、それなりに重たいんですけれども、普通の大人だったら、持ってそんなに、きついほどではありません。で、こんな感じにですね、ひたすら歩いて、田んぼの中をずっと歩くと、定期的に、どんどん測定を行って、その場所の、地面の、放射能がどれぐらいあるかといったことが記録できるという便利な機械でございます。
それでですね、今の機械を使って、対象地区内をぐるぐる回って測ってみたのが、この、放射のマップというんですかね、そういったものになります。で、基本的にどういうふうに歩いたか、要するにこの色がついてるとか全部歩いたところになるわけですけれども、歩き方としては、田んぼの中は除染されているので、そんなにめちゃくちゃ高密度に歩かなくても、除染されているので、放射能はほとんどないだろうということで、何度か横切る程度で、済ませました。で、それに対して、田んぼの縁の部分でどうなるかっていうことで、あぜの上に乗って歩くときと、あぜの内側の田んぼの中を歩くときっていうのを2通りこう歩いてですね、田んぼの中と外でどれぐらいその、地面の汚染状況が違うのかと、いったことを、測定しています。あと、先ほど最初に説明したその流出、放射能が流れ出てくる斜面ですね、と考えられる斜面の部分についてはこの辺なんですけれども、ここに水路が1本流れてまして、その斜面上でどういう分布になっているのかっていうのはこういうふうに今測ってます。あと、耕作放棄地がこう2枚あったんですけど、この耕作放棄地についても中測ってます。ここは全然除染されてないので、色が赤くなってますが、赤いところは、放射能がたくさん残っているところで、緑色のところはほとんどないところというような、色分けになっています。ただちょっとこの図だと粗いので、もう少し細かくした拡大図をご覧いただきたいんですけれども、こちらが、この部分が点線で囲まれた部分が、削り取りの除染が行われた水田の中になります。で、外側の間のところがこれ、京阪、あぜになりますね。で、あぜのところはご覧のように、中と比べて色が違くなっているのがお分かりいただけると思います。中のところは緑色でほとんどなってるんですけど、ちょっと京阪に入ると一気に黄色とかオレンジとかになって、まだ十分セシウムが残っているというような状態になっているというのが分かります。あと、水路ののり面についても同じで、この部分ですね、この部分は、黄色くなってますので、まだ除染がされてない、そのまま残っているという状態になっています。先ほど申しました、放棄田も全く手つけてないので、こういう形で全体がオレンジとか赤とか、濃い濃度が残っています。このような、現場の中でですね、先ほどの流出の観測をしたんですけど、さっきの写真で番号をちょっとご紹介しましたが、1R、2R、3R、2L、3L と5点。をこの中で設けまして、斜面から流れてくる放射能を次の方法で、これが今のもう一回写真でお見せしました、ここですね。これが前の地図の場所になりますね。で、測り方なんですけれども、斜面の一番下のところ、斜面ののり尻ですね。のり尻に、こういう屋根の水切り板って分かりますかね。屋根のへりのところにこういうちょっと溝のついた板をつけて、こう水がそのままジャーッと垂れてこないようにする、そういうホームセンターで売ってるようなものですね。でそういったものを加工しまして、で、土の中にうまくこれが刺さるようにこう、つけてですね、で、コンクリートの水路のへりのところにこう押し込んで固定した、そんなような、装置をつけました。で、これが長さが 1.5 メートルありますので、1.5 メートル幅の斜面からこう降りてくる水を全部受けるという、そういう設計になっています。で、落ちてきた水はここに穴がありまして、そこからこの塩ビのパイプの中を通ってですね、で、タンクに導いて、このタンクを定期的に回収して、それを大学に持ち帰って、こちらの RI 施設の方で、フィルターとかけた後、分析するっていうような流れになっています。得られる資料はこういう袋の中に入った、茶色っぽい水が、取れます。こんな測定を行いました。この今の、集水装置の設置状況ですけれども、これは 1R って一番上流側の点ですけれども、これが比較的大きな斜面になってまして、その一番下にこういう装置がついています。水路から見るとこんな感じ、見えます。同じような感じですけれども、これは 2R と 2L、同じように水路の両側に1個ずつ装置がつけています。あと最後。3R と 3L っていう、3R と 3L っていうのがこんな感じです。で、この 3R っていうところだけ、道路側の斜面なんですけれども、ちょっと木が生えてまして、それで崖が急になってて、全体の他の斜面とはちょっと、なんていうんですかね、特徴が違う、斜面にはなっていました。
当初ですね、どこからどういうふうに出てくるかっていうのが、つけるときには分からなくて、測ってみて初めて違いがあるのかないのかっていうのが分かるので、ちょっと違うところにつけてみようということで、つけてみたっていうことになります。だから実際これでつけて、はっきりと違いが出たかと言いますと、なかなかこの斜面の特徴のせいなのか、たまたまなのかっていうところは、この現場調査の難しいところでですね、ちょっと分からなかったっていうのが正直なところなんですが、こういう5点を選んで、測定を行っています。それで集めた水なんです。このパックの水なんですけれども、これは最初にですね、吸引ろ過しまして、ガラスフィルター、粗めのフィルターを通して、次に細かめのフィルターを通して、でフィルターに残ったやつを、いわゆる懸濁体、先ほど飯島さんのお話にもありました、懸濁体のセシウム部分ということで、分析に回します。あと、もう澄んだ水に関しては、オゾン体セシウムを吸着させるカートリッジフィルターって専用のものがございまして、これは亜鉛置換体のプルシアンブルーを使って吸着させるっていう、そういう原理なんですけれども、そういったフィルターを通して全量を、オゾン体セシウムの全量をこの形で吸着して、それでやはり同じように分析していただくというような流れで測定しました。それで、結果なんですけれども、まずですね、最初にご紹介する結果が、斜面からの面積あたりの、137セシウムの流出量ということで、面積あたりと言っているのは、先ほどの、斜面の面積で出てきた量を割ると。つまり、一定面積からどれだけセシウムが出てきたかという指標になります。縦軸がこの、セシウムの流出量で、ベクレルパー平米という単位になります。で、全体としてですね、数字は、この、縦軸見ていただきますと、0.8 ベクレルパー平米までしかなくてですね、0.5 とかそれぐらいの、かなり少ない量になっています。つまり、それほどまず、要約的に言いますと、ほとんど出てこないっていうのがまず一つです。で、あとですね、場所による違いはそれなりにありそうには見えるんですけれども、ただ、全部もう毎回同じ傾向かというと、ちょっと増えたり減ったりもありますので、ちょっとこの中からですね、どういうところが出やすいとか出にくいってことを言うのはちょっと難しいなというふうに考えております。だからこの場所による違いはそれほどちょっと意識しない方がいいのかなということになります。あと、この1、2、3、4って書いてあるこの数字ですけれども、これはですね、時期です。で、1、2、3、4ってこの時期それぞれ、回収日が後ろの太字で書いてある方で、最初の回収が2018年の8月、次が10月、その次が翌年の6月、そんで一番新しいのが今年の7月といったふうに、何度か回収していると。で、その結果がそれぞれ示しています。つまり時期によっても結構変動はあるし、あと場所によっても一定になっているかというと、ちょっと傾向が乱れているということで、ちょっとなかなかこれ、読み取るのは難しいんですけれども、全体の傾向として言うとですね、まず13ヶ月間、これ今の結果を示しているんですけれども、その流出量というのはですね、懸濁体で 0.06 から 0.77 ベクレルパー平米。で、溶存体が 0.18 から 1.5 ベクレルパー平米という数字だったと、いうことは少なくとも言えます。で、思いのほか、懸濁体より溶存体が多いというのが、結果になりました。で、この懸濁体が少ないという部分なんですけれども、こちらですね、斜面からの面積あたりの懸濁体物質の流出量、つまり濁りですね、濁り成分がどれだけ出てきたか、セシウムとは別に、とにかく濁りがどれだけ出てきたかっていうのを示しているんですけれども、縦軸が懸濁物質の流出量で、単位がグラムパー平米という単位になっています。で、これを見ていただきますと、最大で、これ 0.12 グラムパー平米っていうのが、ある時期、この時期に出てるんですけれども、この、懸濁体の流出量っていうのをですね、極端な比較なんですけども、例えばですね、畑からの、許容される土壌侵食量っていうのがありまして、それはですね、年間1キロパー平米というような、ちょっと極端なんですけどね、要するに、広々とした畑で雨が降って、土がその雨で叩かれて流されて出てくると。で、あまりにも土がたくさん出てくると環境に問題があるからということで、畑の、許容土壌侵食量っていうのが設けられてるんですけれども、それは1キロ。パー平米パーイヤーなんですね。で、それに比べて、今回ですね、数ヶ月の、期間ですけれども、数ヶ月に出てくる量っていうのがですね、0.1 グラムパー平米ですから、さっきこっちキログラムですから、非常にきれいな水がしか出てきてない。つまり、斜面が雨で叩かれて泥水が出てくるような、そういう斜面ではないということが、はっきりわかります。
ということなんで、前の結果でですね、溶存体が比較的多くて、懸濁体が非常に少ないというのは、そもそも懸濁物質の量が少ないということがまず一番大きな、理由だと、言えます。で一方で、じゃあ、水溶性もですね、濃度というか量としてはですね、非常に少ないんですけれども、ただこれがなんでなのかなっていうのは、先ほどの飯島さんの話にもヒントがあると思うんですけれども、それはちょっと後で、ちょっとご紹介したいと思います。さて、それでですね、今の測ってた点の少し下流の真野川、これ全部真野川の流域になるんですけど、この下流のところで、宇都宮大の大沢さんらがですね、ずっと川の水のセシウムの観測をしていまして、その結果とちょっと比較してみると、このアジアからの流出っていうのはどういう意味を持つのかというのがわかるかなということで、ちょっと比較してみたいと思います。で、我々が今回測ったのはここの場所で、ここから川がずっと降りていって、もうちょっと下の方の下流域のここのところで、大沢さんが測ってらっしゃるということです。で、こちらの表ですけれども、左側がその大沢さんらが測った結果の中でですね、極端な洪水とかありますと、とにかく懸濁体がドバッと出てくるので、洪水があんまりない年、2016年の、流下量を、ちょっと示してみました。で、それに対して今回の観測結果をこちらに示しています。で、どちらも、単位面積あたりの何百レベル出たかっていう流出量として、出してますので、ある意味単位面積からどれだけ出てきたかっていう比較としては、ありかなということで、出しています。ただ、もちろんですね、この川の流域の場合には、全体の土地利用がですね、ここの場合、森林が75% で、畑が 18% で、水田が 16% という場所ですので、全体から出てくる、平均的な値ということになりますね。で、それを平米あたりどれだけ出てきたかというのを示しますと、懸濁体はこれ見てお分かりのように、85.7 ベクレルパー平米で非常にたくさん懸濁体が川の場合は流れ出てきていると。で、それに対して今回は、懸濁体はほんのちょっとということですね。で、それに対して、溶存体のですね、セシウムについては、川の方が、年間 5.4 ベクレルパー平米出てきているというのに対して、今回 0.2 から 1.5 ぐらいということになります。で、これもこちらに比べれば少ないんですけれども、ただ、これだとちょっと関係、少しは貢献しているかなというふうに言えます。ということでですね、京阪のり面からの、セシウムの流出なんですけれども、懸濁体は河川流下量とも桁違いに違って、その発生源としてはほとんど無視し得るということがわかります。で、一方で、溶存体に対しては、ちょっとオーダーが近い値になってますので、一定の寄与がありそうだというような、結果というふうに、見ております。あと、最後にですね、京阪とかのり面から溶存体セシウムがなんでこんな、それなりに出てるのかということについてなんですけれども、これは表層に堆積している、非常に、高濃度の、植物異体層、いわゆるリター層っていうのが、関係しているんじゃないかなと考えられます。で、いろいろこの、リターからどれぐらい出るかっていう研究あるんですけども、例えばですね、酒井先生が、リターを水につけてみて、で、どれだけ出てくるかと、セシウムが溶け出してくるかっていう実験なんかやられてるんですけども、セシウムに水が時間経過とともにどんどん連続的に溶出してくるというような、データがございます。で、この斜面、先ほどのり面でですね、どういうふうにそれが起こるのかというと、弱い雨が降っているときには、先ほどの飯島先生のお話にもあった通りですね、弱い雨の場合には、降ってきた雨の、大半はですね、横には行かずに全部土に染み込んでいきます。で、そのため、たとえリターのところを通ったときに少し溶存体のセシウムが動いたとしても、下の鉱物質の土壌のところで吸着されて、それ以上浸透しても、特に外に出ていくことはほとんどないと考えられます。で、ところがですね、大きな雨が、強い雨が降った場合には、この、土壌の水の、侵入能っていうんですけれども、要するにどれだけ浸透できるかって最大の量を超えた雨がザーザー降ってきますと、染み込みきれずに表面を水が流れるようになります。で、このリター層っていうのは、この表面数センチのところに植物異体層があるんですけれども、このリター層も含めて、この土の境目の上のところを水が横に斜面に沿って流れるようになります。そうしますと、ここのリター層っていうのが比較的、セシウムを溶出しやすい状態にあって、しかも高濃度だとすると、一定量が溶け出して下に出てくると。そういったメカニズムによって、溶存体セシウムが、のり面から、少しではありますが、出てきているんじゃないかなと、いうふうに考えられます。
ただですね、その辺の細かいメカニズムに対しては、もうちょっとリター層へのですね、吸着形態とかですね、リター層の分解などについて、現場資料を用いた検討が必要だというふうに考えておりますし、またこの地表近傍のですね、斜面流がどれぐらい実際にどういう時にどれぐらいの雨だとどうなっているのかといったあたりもちゃんときちんと検証していく必要があるなというふうに考えておりまして、これらは今後の課題としております。以上まとめますと、水田京阪や水路のり面には放射性セシウムがほぼそのまま残存しているのが現状だということです。ただですね、適切に管理された水田京阪とか水路のり面からの放射性セシウムの流出というのは、無視し得るほど少ないということです。で、量は少ないんですけれども、京阪やのり面から流出している水溶性セシウムの動態といったものについては、どちらかというと科学的な、要するにリスクというのがどこまであるかはわからない。それはなかなか何とも言えないんですけど、科学的な見地から、さらなる検証が必要ではないかと私は考えています。あともう一つ、この前台風がございましたけれども、極端な、豪雨による崩壊とか、そういうのが起こればですね、表層の高濃度の、汚染土壌がですね、直接川に崩落したりとか、流出したりというのは起こり得ます。で、この点については、現在もこの観測続けてますので、10月の台風の流出を、集めて、さらに分析して、そのリスクについても、評価したいというふうに考えております。以上で、発表を終わらせていただきます。ありがとうございます。あと、この、調査地の農家さんには、いろいろ、ご迷惑もおかけしながら、やらせていただきます。この場を借りて、お礼を申し上げたいと思います。